気にチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。今回は明治大学ビジネススクールより初登場の MBA 女子が来てくれました。では早速ゆみね、自己紹介をお願いします。はい、ゆみねです。2020年に明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科を卒業いたしました。現在は仕事で外資系生命保険会社に勤務しています。高校生と中学生の2人の女の子を育てているシングルマザーです。そして少々です。よろしくお願いします。中国浙江省出身です。青山学院大学 MBA2019 年卒業しました。今はビューティーサロンを経営しています。前は銀座だったんですけど、最近赤坂に移転しました。そして毎度おなじみいつこです。明治大学専門職大学院ってどんな学校？略称は MBS と呼ばれています。東京都の千代田区神田にある経営大学院です。キャリアチェンジの場を提供しているんですが、特にファミリービジネスの経営人材育成に力を入れています。国際的な視点を持ったリーダーを育成するために多彩な海外研修ですとか、海外の大学院との共同プログラムも取り組んであります。2018年にはですね、日本のビジネススクールとしては初めて国際認証機関である欧州経営開発財団から国際認証を取得しました。税理士を目指しているいわゆる税法女子が多いんです。実際私も資格取得に向けて勉強中です。1学年の人数はどれぐらいありますか？はい、1学年あたり90人前後なんですけれども、春入学と秋入学っていうのがありまして、春入学がだいたい70人ぐらいで、秋入学が15人ぐらいなんですけれども、私とか15期生なんですけど、15期生が春入学で、秋入学だと 15.5 というような呼ばれ方をしています。必修科目が時期が変わってくるんですか？必修科目は決まってるんですけども、それを春に取るか秋に取るかはもうみんな自由なので、そこで点5の方と一緒になったりするから、あんまり入学のタイミングが違うっていうのはそんなにないですね。論文で大きく変わってくるかなって感じです。秋入学の卒業のタイミングっていつになるんですか？やっぱり秋で、単純に春入学の人より半年だけ違うっていう。フールとフレックスありますか？平日の夜と土曜日の終日で組んである。平日の昼間はないんです。平日の日はないんです。それが合うことちょっと違いますね。男女の比率はどのぐらい？女性が 36% で男性が 64% で1対2の割合で男性が多いですね。さあ、そして MBS の学費はこのようになっています。327万円ですね、2年間で。ちょうど中間くらいですね。といっても青学とほぼ変わらない。やっぱり夜だけの授業になるとデータイムあるところに比べては少し低いかなという印象があります。ゆみねはどうして MBA に通うことにしたの？私は今の仕事が生命保険というところでして、お会いする経営者の方が会社を経営していると、事業の承継の仕方だったりですとか、あと個人の方ですと亡くなると相続が発生してしまいますので、資産の渡し方によって税金がどうしても変わってくるという、その重要なところがあったので、ファミリービジネスだったりだとか正しい税の知識を勉強するために MBS を選びました。勉強されてるんですよね、税理士の。そうですね、卒業してこれから挑戦するっていう感じなので、その挑戦の仕方も先輩たちがたくさんいるので、どの科目からやったらいいのか、どの専門学校がいいのかとか、そういういろんな意見を聞けるから非常にありがたいです。女の子2人の母親でもあるゆみねだけど、子育てと学校と仕事どうやってやりくりしたの？入る前は思ってた苦労と全然違う苦労が出てきました。私、子供がちょうど中学受験と重なる時だったので、一緒に勉強すればいいやって思ってたんですけど、割と夜の22時までがっつりあるので、家に帰るのは23時だし、その後ちょっとね、みんなと話し合ったりとかするともっと遅かったりとかするので、授業は夜の18時50分に間に合うように、仕事に区切りつけていこうとすると、どうしても夕飯をね作り損なったりとか。そうですよね、ママはやっぱりお子さんのお食事、夕食がありますもんね。時
授業中にねUberEatsで一生懸命ご飯の手配したり、お子さんだってお二人いらっしゃるんですもんね。受験と自分の論文が重なった時が本当はね土日とか自習室にこもって書きたいところなんですけど、子どもの学校見学だとか公開模試についていかなきゃいけなくなるので、誰よりもこう重たいねリュック背負って文献持って空いてる机でひたすら論文書くとかっていうのをやってました。過ぎてみればあっという間ですけど、子どもたちと一緒に勉強をする時間をみんなで取るっていうのはすごくいい時間だったかなって今となっては思います。どうやって時間のやりくりはするんですか？多分それは割と女性は得意かなと思ってて、マルチタスクができるかなと思ってて、ただ本当に混乱しそうな時は可視化してました。何日までに誰が何やるっていうのを私だけが抱えるんじゃなくて、子どもたちともスケジュール感だとか優先順位だとかそういう大事なタスクは共有して声かけ合うっていうのを大事にしてましたので、ママだけがとか女性だけが背負うってなると自分たちのことはね後回しにしがちだと思うんですけど、家族みんなでとか力を合わせてってなるとやらない理由はないと思うんですよね。しかもお姉ちゃんが女子高生社長と聞いたんですけど、そうなんです。まだ起業したばっかりなんですけど、はい、大人にならないとできないことっていうのはいくつかあると思うので、ただ会社とか大人になるの待たなくていいなっていうものについては今だからこそ、その女子高生だからこそできる発信だったりだとか持ってる感性だとかっていうのを生かしてとりあえず作ってみようかみたいな感じで作ってました。未成年も会社設立できるのが初めて知りました。実印登録が15歳からできるので、そうなんですね。実印が登録できれば会社が登記できる。いろんな手続きとかは手伝ってあげたってことですか？そうですね、やっぱり保護者としてサインしなきゃいけないものとかもありますし、あと司法書士の方からは未成年なので取締役に親が入ってた方がいいということなので、私も名前を連ねさせてもらいます。どんなビジネスを考えられてるんですか？やはりこう自分が学んでいくときにこういうコンテンツがあったらいいなとか、受験の経験の中で知ってたらよかったのにっていうものをコンテンツ化していけたらいいなっていうふうに考えています。楽しみですね、これからが。お母さんこうやって MBA とかに挑戦をしていくつになっても学ぶ姿勢みたいなものを一生懸命やってる姿っていうのは絶対娘さん見てるので、その背中をかっこいいお母さんというか、チャレンジしたいタイミングにチャレンジできるように背中を見せたいなと思って入学したのはあります。では税法女子でもあるユミネーに私たちの暮らしに密着している税金について素朴な疑問を聞いていきたいと思います。まず日本の税金の種類、こちらになります。かなりたくさんありますよね。所得税、法人税、相続税など、そして地方税、住民税だったり事業税、地方消費税だとか。そもそも税金って何に使われるの？例えばなんですけども、道路がね綺麗だったり、ゴミ収集車が来たりだとか、病院に行っても全額払ってないですよね。公立学校の教科書や学校の設備とかにも当てられています。少々、中国の税金はどんなものがあるの？中国の税金はたくさんあるようで、でも普通の人はあんまり聞いたことないと思います。所得税とか財産税類、あと関税ぐらいですね。他は今まで聞いたことがなくて。中国の税率ってどうなんですか？日本はね 10%、8% ってありますけど、日本の消費税と近いものは中国でだと増値税と言います。標準税率が 17%、 一部分の特定品だけ、例えばガスだったり書類とかは 13% の軽減になってます。日本で来て初めて消費税があるということをしたんですよ。例えば100円のものを買って今だと110円ですよね。でも中国ではもう110円で書いてるから、中になんか消費税が含まれてるのが一切わからなかった。しかも中国では化粧品の消費税がなんと 30% もありまして、で金属など、例えばゴールド、シルバー、あとダイヤモンドなどは 5%。金とかって高そうなイメージありますけど、逆に化粧品がめっちゃ高いんですね。そうですね、はい。化粧品って毎日使うもので、消費するものだから、日本から化粧品を中国に送るときに税関のところで止められるとすごく税金がかかります。だから一時期中国人の観光
者の方がいっぱい化粧品買っていくっていうのはそういうことだったんですか？そうですね。日本にいる私たちを中国に送るよりバイヤーが日本に来ていっぱい買って買えた方が安いんですよ。それでも、たくさん買って空港で止められたら 30% 払わないといけないですもんね。そうですね。最初の頃はそんなにいっぱいそういう人がバイヤーが来てないからセーフだったんですけど、その後いっぱい来てるからそれでちょっと厳しくなって開いて調べられたことがよくあったんですね。なるほど。消費税は中国で結構高いんですけど、でも所得税のところで軽減がたくさんありますね。世界各国の税も学ばれたりするんですか？びっくりしたことは、国民の負担の割合っていうのが実は主要先進国の中では日本は水準としてはまだまだ低いんですよ。フランスとかデンマークとかドイツとかは年金だったり医療だったり使われるんですけれども、1国民あたりが負担する負担率が他の国と比べてはまだ低い方ですね。なんか税って奥が深いですね。勉強したらすごく得になると思いますね、今考えると。さて次回は初登場の女性起業家をゲストにお迎えしてファミリービジネスを切り込んでいきたいと思います。来週もお楽しみに。